車好きラリーチャンネルのヒラリーです。ヤリス VS フィットから見るお買い物第3弾。今度は営業マン視点で見ていきます。第1章がトヨタのコピーでホンダの本気を見た。第2章が購買者目線。そして第3章、営業経験、経営者経験、レビューアー経験。自動車に関する仕事を長く続けている自分ならではの話を述べていきます。トヨタさん、こちらも本気ですよ。ホンダさん、いい度胸してますね。では最初のテーマ、トヨタのやり返しはあるのかと。ホンダがね、もうトヨタに踏み込んできて、で、本気を見せてきたと。で、これは多分ね、この後に控えている NBOX のビッグマイナーチェンジでも多分行われると思います。もうそれぐらいね、もうあっちもこっちもどこを見ても今ね、日本市場を大事にしてくれているホンダというのがもう十分に伺える。じゃあ、そしたら、もうそこでね、もうトヨタ、絶対王者のトヨタが、もう何かしてくるんじゃないかと。トヨタといえばね、もうあちこちのいいところをもう積極的に取り入れちゃって、これは自分のものですってね、やってくる、もう商売の天才。で、そんな話を最初にしていこうかなと。絶対ね、トヨタは仕掛けてくるはずだと思っています。ということで、まずはね、ホンダがプライドを捨てて、トヨタの X や Z というグレード名をつけてきて、装備も合わせてきて、値段も合わせてきたと。この売るための本気というのがね、もうすごくね、好感を抱きました。もうホンダ様って感じでね。で、これがね、買い手にとっても、売り手にとっても、素晴らしいマイナーチェンジと言えます。でね、ここで疑問に浮かんでくるのが、もうトヨタってのはこのまま黙っているのかと。そんなはずないよねっていう感じで、その歴史を見ていきましょう。まずね、皆さんもまだ記憶にあるかもしれないのが、ストリーム対ウィッシュという話。2003年、その頃かな。2000年代の初頭ぐらいの話。ホンダがね、まず5ナンバーサイズのミニバンを出してきて、それがストリーム。小さなミニバンだね。で、トヨタがその3年後に、ボディサイズからエンジンの排気量まで合わせたウィッシュというのをね、ぶつけてきました。当時ね、この2台比較して、で、自分車好きだから乗り味のいいストリームを選びそうなものなんだけれども、トヨタすごいねっていうところに惹かれて、ウィッシュをね、買ったのを覚えています。2代目ウィッシュだね。で、実際に買って乗っていって、ね、痛感しました。あれだけのトヨタという会社がね、プライド関係なしにライバルを研究してきて、うちのストリームありますよみたいにね、このウィッシュという車を売っていた。で、その結果どうなったかというと、ストリームの方が先になくなったんじゃないかな。ごめんなさい、ちょっとうる覚えですけれどもね。で、次いきます。次はね、インサイト VS プリウス。これが2010年頃の話。まず、ホンダがね、189万円という価格で2代目インサイトを出しました。で、そこにトヨタは3代目プリウスをぶつけてきました。3代目はもうおなじみのご存知の、もうプリウスといえばこれでしょみたいにね、もう大ヒットしたプリウス。で、この場合は、車格というか排気量を 1.8 にして、で、燃費もインサイトをぐーんと超えて、で、それでいてお値段がね、ちょっとインサイトにプラスするぐらいの205万円という価格でした。で、さらにすごいのがトヨタのこっからの話。皆さんも覚えてます？トヨタは3代目プリウスの時代に2代目プリウスをプリウス EX という社名でもう1円単位まで揃えてきたんだったっけな。とにかくね、2代目インサイトと同じ189万円という価格で併売しました。ちょっとまとめますね。3代目プリウスがインサイトをぐんと超える内容で表示させて、プリウス EX という車をインサイトと同じ価格で両方を揃えてきた。もう完璧なホンダ対策ですよね。もうこれができるからホンダすごい。で、経営者としては、もうこれができなきゃダメっていうのがね、もうずるいとか悪どいなんていう言葉を使っていたら、もう本当生き残っていけませんから。で、ね、買う方からしてみれば、こんなのすぐに忘れちゃう。どっちを買ったとしても、もう良かったねっていうことで全てが収まっちゃう。で、次の話。はい。ホンダの最大の武器といえばね、センタータンクレイアウト。で、このホンダのね、センタータンクレイアウトというのは、もともと特許を取得していたものだったんですけれども、実はね、これはすでに切れています。2020年に切れていて、
で、ライバルが真似してこないのはご存知の通り。もう今までね、述べてきたように、その真似の得意なトヨタが、ヤリスとかアクアに採用してもいいんじゃないかっていう気もするんですけれども、もう実際はね、それをやってこない。法的にはね、何の問題もないと思うんですよね。そこで今回ちょうど良かったので、なんでトヨタは真似してこないのかっていうのを考えていました。まずね、トヨタは徹底したコスト管理をしています。で、センタータンクレイアウトっていうのがメリットばかりじゃないんですよね。シート下に燃料タンクを置くことで、運転席の着座位置が下げられなくなったりとか、助手席からね、乗り降りするときに、そこで足が引っかかるとか、さらに、運転した感じで違和感が出やすいとか、いろいろあってね。で、あと、トヨタの場合はね、一つのプラットフォームで、もうシエンターとかまでもいろいろあって、で、全部まとめて安く作る、で、安く提供するという特徴がありますから、例えばヤリスのためだけとか、シエンタのためだけとか、そんな感じで言ったらね、どこかで割り置く車が絶対出てきちゃうと。ヤリスにそこまでの広さはいらないでしょと。で、広さが欲しければシエンタかルーミーを買えばいいじゃないかっていうのがね、多分トヨタの考え方というか、豊富なラインナップだからこそのできることで、1台のフィットに全てを乗せてきて、もう全力装備してくるホンダに対して、トヨタはもうラインナップがいっぱいあるんでね、それを使い分けるためにもセンタータンクを真似してこないんじゃないかっていうのがね、一つ挙げられます。で、ここからが今回の面白いところ。今後、フィットの Z に対してトヨタはどう出てくるのかと、2027年モデルのヤリスが出たとしたら、もうそれはもうヤリスの中で最終モデルと考えられますから、で、いくつかシミュレーションしています。どんな仕様が出てくるのかと、一つ目はね、もう定番のお買い得特別仕様車というトヨタの攻撃。本当ですか？今ね、特別仕様車というと、一番高いグレードにさらに物をつけて特別仕様車っていう売り方をするのが最近の主流になってきた。でもちょっと前までは特別仕様車というのは一番安いグレードに装備を持ってお値段が一緒みたいなね感じでした。で、こんな感じでね、お得なグレードが出てくるんじゃないかと。トヨタはヤリスのね、一番安い X に装備を盛り込んでお値段そのままみたいなものを出してくる可能性というのが考えられる。で、二つ目が、目に見えてはわからないですけれども、ディーラーに行って交渉したときに、実はお得になりますみたいな、比較しているお客様限定で出てくる特別条件というのを適用してくる可能性というのがあります。この一つにね、トヨタグループ内に金融機関を大きいものを持っているトヨタならではの戦い方とも言える。戦略的な低金利キャンペーンとか、単価設定でちょっと条件を良くとか、そういった話。月々の支払い額はヤリスの方が安くなりますよ、みたいな状況を作って、これを提示してくると。もうそうするとね、ローンで買っていただくとディーラー側もメリット大きいですから、もうお互いにね、満足してその場で決まる可能性が高いと。で、もう一つ。三つ目のシミュレーションとしては、データによる先回りのアプローチ。トヨタのデータ管理というのがね、もう実は進んでいて、で、このお客様のデータとお客様との取引データ、これがね、個人情報というか、もうどこの企業でも欲しがっているところでして、例えばね、例えばですよ、車検の半年前といったタイミングで、もうシステムがね、営業マンに伝えると、このお客様にアプローチしてみませんかと。で、ヤリスの Z へのお乗り換えでしたら、下取り車をこれだけ上乗せできますっていうのを、ピンポイントで先回りして、実はちょうどね、今時期的にこれが出てくる段階なんで、先に予約してくれたら、優先的に納車が可能だと。そこまで考えたね、戦略が取れる。このためにもね、2章で述べたリピーター様と新規の関係っていうのがあって、メーカー側、ディーラー側は新規が欲しいと、そしてリピーターを増やしていきたいという思いがあって、そのためにね、お金が回っているという話につながります。で、次。この現場の本は、ごめんなさい。販売の現場だね。この話に続くところで続けていきます。自分たちが新車を買いに行くとき、自動車ディーラー、
その担当の営業マンとか、皆さんを取り巻く環境というのは、実はね、今ものすごく過酷なものになっているんじゃないかと、新車を売ればね、もうそれでいいという時代は終わりました。それは日本が贅沢だったからこそできた話。営業スタイルも昔ながらの訪問から店舗での接客が中心に変わっています。外回りがね、今禁止されているんですよね。で、今の営業マンって、ショールームで待って、でカウンター営業という形になってきまして、で裏ではパソコンのキーボード叩いて、書類作成とか、もういろんなね、仕事、事務作業に追われていると。で、車両本体の利益自体も昔と比べたら減っているんじゃないかというのが推測できる。そもそも販売台数が減っています。でね、現場の営業さんたちは、高い目標と目の前の数字の板挟みになって、その最前線で戦っていると。だからこそね、この現場へのリスペクトというのが、もう自分たちも知っておく必要があって、で、それを知ることで結果的に自分の購買者側も得をするんじゃないかと思うので、そういった話をしていきます。じゃあまずね、すごくわかりやすい部分。トヨタで言ったらトヨタカード、ホンダで言ったらホンダカードって名前なのかな。こうした数千円しかディーラーにバックがないような、そういったこのカードの獲得にどれだけ必死なのかと、そんな話ですね。新車を買いに行って、営業の方からカード作ってくださいとかね、カード作って1回でいいから1回ローンにしてくださいみたいな話受けたことありませんか？もう数百万の車を買いに行ってるのに、もうなんでそんなね、もう年会費無料とか、もうわずか1000円とかのカードにこんなに必死にしがみついてくるかと。これはね、大人だったら、後の裏の様子をね、読まないとまずいです。じゃないとね、嫌な客認定されちゃう可能性がある。もうほんとカードをね、反コース直前までカード作ってくださいって言ったところ、不思議ですよね。カードとだけじゃないか、ローンとかメンテナンスパックとか、いろいろありますよね。でね、カードっていうのは、販売会社が、だいたいね、1枚取って5000円程度のバッグだと思うんですよね。自分の会社で今クレジットカードの注文を取ってくると、平均して5000円ぐらいのバッグですから、ディーラーも同じか、それよりはいいのかな。で、この5000円のために、もう本当にね、ディーラーは必死になっている。これをね、こちら側は読み取らないといけない。で、アメリカの様子を見ていますと、金融や付加商品に力を入れる構造っていうのがよーくわかる。アメリカっていうのはね、価格を安く見せておいて、後からオプションとか金融商品を上乗せする本場ともね、言われてきました。ということは裏を返すとね、車じゃ儲からないから、金融とかアフターサービスで利益を得ないと、ディーラー自体がやっていけないという話にもなります。もうみんなね、お客様にいい顔したいのはどこの会社も一緒。でもいい顔してるだけだと、商売としてね、成立しない。つまり撤退しなきゃいけなくなるというのが事実です。で、日本の場合に戻りますね。日本の場合ですと、車の説明も、値引きの交渉も、金融商品の提案とかも、基本的にはね、一人の営業マンがやっていると。だからこそね、大人の交渉術の出番。カードやろうなんてめんどくさいよと、嫌とね、もう絶対嫌です拒否するんではなくて、その事情を逆手にとって大人の様子を見せると。カードもローンも協力しますから、その代わりね、別の部分で譲歩してくださいっていうのがね、もうこれが大人だと思うんですよね。で、相手の目標達成に協力して、こっちもね、得をすると。で、その後のいろんな場面のね、付き合いも考えていくと、これがね、お互いハッピーになれる交渉かなと思っています。で、ちょっとね、海外の話を続けてみますね。で、世界に目を向けるとね、それぞれの国の販売現場が、もうそれぞれ必死にやっているというのがね、浮かび上がっていきます。アメリカの話からいきます。アメリカの F&I という専門部隊の話。F&I と呼ばれるのは、車を売った後の専門部門。車本体を説明して販売する営業担当がいて、で、そこで話が決まった後に、ローンや保険とかね、延長保証の話をする担当者というのが別室に控えているらしいですって。もうすごく怖いですよね。もう嫌だし、しつこそうだし、って思っちゃう。アメリカのね、車の価格を見ていると、
もう10年前、20年前から世界一安いと言えるぐらいの価格でした。で、その裏には、こうしたね、いろんな仕組みがあると。これ分からずね、アメリカ羨ましいって言った自分とかね、ちょっと申し訳なくなっちゃいました。で、次はヨーロッパの話。ヨーロッパに行くとね、ブランドごとの格式というのがはっきりしていて、営業マンもブランドの一員というね、誇りを、もうすごくこう思考の中心、基本として持って接客するという文化だそうです。まあ、お互い対等みたいな感じらしいんですよね。もう本当、職人気質とか、自分の作るものにプライドを持つっていうのが、こんなところからも感じられる。で、値引き交渉というのが、まあ、繰り返すと嫌がられてお引き取りくださいになるだろうというのは、まあ、多分ここから想像できますと。で、次、東南アジアの話。東南アジアは、まあ、日本に近いです。日本もディーラーっていうとね、もう家族みんなで行って、家族の意見を優先して車を買うっていうのがね、まあ、ある意味当然です。まあ、お父さんは当然ね、家族からよく思われたいでしょうし、お母さんはね、自分がメインに使うのよっていうこともよくあると。で、子供は、やっぱりね、ものすごく正直にものを言いますから、結局家族で車を選ぶと。で、それで東南アジアは、もうそんな感じ、日本に近いという話です。まあ、場合によってはね、おじいちゃんおばあちゃんがお金を出すので一緒に行くというところもあるらしくて、もうこういったあたりもね、もう本当に日本らしいですね。日本に近いと。で、次のテーマいきます。今度5つ目のテーマ。営業マンの時給と、あと無駄話の関係。まず、相手の時間を尊重するというのが、まあ、これが単なるマナーではなくて、もっと具体的に言ったらどうなるかっていった話です。アメリカですと、相談時間がそのままの生活費に直結します。もうほんと歩合給ですから、1時間にいくら稼げるかっていうのを考えて、お客様と接しないと、生活費が稼げない。つまりその仕事が続けていけなくなりますと。まあ、日本は固定給の割合が大きいので、まあ、そこまで極端じゃないですけれども、まあ、好かれるとかね、まあ、そういった話に入ってくると、またちょっと違ってくると。で、この雑談っていうのがね、もう意味は2つあると思っています。1つはね、お客様と話している行為は、合法的にサボれるオアシス。まあ、厳しいノルマや書類の仕事をしなくてもね、お客様と話していると、その間にね、別の人が別の仕事を肩代わりしてくれていると。これね、営業にとってみたら、すごく嬉しいんですよね。まあ、話していると、それだけで仕事をしてる気分になっちゃう。それが無駄話でもね。まあ、自分自身が営業をしていた時期とか、今、会社でね、お客様対応をしている時、このオアシスっていうのがね、もうすごく大好きです。自分の気心知れたお客様と、もうずっと話しているというのはね、もう本当に楽しい。でもね、これはこの後に問題が起きるんですよね。この話が終わった後に事務室に帰って、まあ、同僚の顔を見るわけですけれども、もうその時にね、結構ね、申し訳ないって顔をして戻らなきゃいけないと。で、あとは、もう書類が積み重なっていたりね、電話が来てたからかけ直してっていう時もね、よくあります。で、そうなった時に、ああ、やべえ、ちょっと時間使いすぎちゃったってここで思うんですよね。まあ、上司が怖い顔をして睨んでいるってことが今はないですけれども、まあそんな感じです。でね、日本には面白い言葉があって、情けは人のためにならずというね、言葉があります。人に親切にするのは、まあ相手のためじゃなくて、巡り巡って自分に良い形で返ってくるという意味です。まあ、これがね、ビジネスでもお買い物でも、ご家庭でも人間関係、みんな全部一緒当てはまる。で、お互いにね、日頃の気遣いがあって初めて良好な関係が成り立つと。何かをしてあげるから何かをしてもらえる。相手を優先するから自分も優先してもらえると。もうこれね、もう口にするとめちゃくちゃ嫌われちゃうような言葉ですけれども、人間としての真理。で、それまあ一言で綺麗事として片付けると、情けは人のためにならず、みたいなね、ことわざになります。もうほんとね、なんだろう、こうね、損得感情だけで生きるのは寂しいので、もうたまに、ほんのたまにね、思い出してほしい。で、これがディーラーマンとも当てはまって、お金の関係を超えて、お金の関係じゃないとも言えるな。まあそんな感じとしてね、たまに思い出してほしいというのを感じました。
で、ちょっと具体的な話いきますね。6番目のコーナーが、リピーターのパラドックスと困った時の救世主となれるお客様。そうするとね、いざという時に一番良い条件を出してくれるお客様というのは、具体的にどんな人かなと、長年の付き合いさえあれば、いつも安く買えると思い込んでいると、それはちょっと違う可能性が高いと。なんでもない時に常連だから安くしろって無理を通そうとしていると、これはディーラーから煙たがられている可能性もあります。で、日本における最強の常連というのは、ピンチの救世主。自分がリピーター様と思うのはね、困った時に助けてくださるのは、やっぱりリピーター様だと思うんですね。自分が営業担当で、やっていて、決算期の端場に救世主としてお客様がね、もう出てきてくれる時、リピーター様のおかげで、あと1台売れないと目標に届かないとか、こんなピンチの時にね、お客様にすいません、お願いしますってこうね、電話かけやすい人もいれば、かけにくい人もいると。これは事実です。お店側としてもね、もう背に腹は変えらんないので、普段の商談で出せないような条件を出すこともあると。普段条件を飲んであげてるから、いい条件が回ってくるというのもね、こういった時になります。で、まとめ。もう、まとめとしてはね、もう簡単。どの道を選ぶかっていう話です。今、自動車販売というのは、大きな転換点を迎えていて、テスラでポチッと押して自分で勝手に引き取ってくる形とか、オンライン商談が増えているらしいです。便利だけれどもね、日本の今までの感覚で言うと、アフターサービスを考えたら買いにくい。で、車を単なる移動の手段の道具としてみると、営業担当のピンチを救うパートナーになって、スマートに良い条件を勝ち取る。これがね、大きな強力な道じゃないかと。車を趣味として愛するんだったら、ディーラーのね、ビジネス構造を理解して、こっちも協力して、その代わり向こうからも協力してよと。そんな感じの話だね。で、道具として買うか、趣味として買うか、関係性を楽しんで買うかと。もうどれを選んでもね、もういい感じです。もう買い物が楽しいのは変わりがない。ただ、お互いのビジネスルールを理解して、スマートに、そしてね、もう人間対人間だぞっていうことをはっきり理解して買うことがね、一番ハッピーになるかと思います。もう金を出すのは客だぞっていう考えはね、ちょっと変わってきてるんじゃないかと。で、もしね、トヨタで買い続けてる方は一度ホンダに行ってみる。逆にホンダでずっと買われてる方はトヨタを覗いてみる。これぐらいちょっと冒険してみてもね、いいんじゃないかなって思います。こんな感じで動画は以上です。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。